現代はスマホ1台で何でもできる魔法のような時代。でも今から約50年前になる昭和50年代はコンビニも少なく、もちろんスマホや携帯電話は存在しなかった。ただ現代とは異なる独特の味わいがありました。そんな当時の小学生も現代とは異なる生活を送っておりました。特に土曜日はいつもと少し違う特別な日でした。ああ、よく寝た。今日は土曜日、午後は休みだ。何して遊ぶかな。今日は給食ないのか。行ってきます。昭和時代の小学校は土曜日は半ドン、つまり授業は午前中だけで給食もありませんでした。子どもたちにとって土曜日は平日でも休日でもない特別な一日でした。ランドセルも教科書が少ないため軽く、学校へ向かう足取りも午後の放課後の楽しみもあり、普段と異なり軽快な足取りの通学でした。ちなみに半ドンという言葉、オランダ語で日曜日や休日を意味するゾンタークが語源となった言葉と言われております。日本へは明治時代に伝わり、休日や祭日を表す言葉として定着しました。土曜日の授業は黒板の文字は見ているのに、頭の中はもう昼で終わってる。時計の秒針がやけに大きく聞こえて、先生の声は遠くから届くラジオみたいで、内容はわかるような、わからないような。窓の外を眺めたり、時計を何度も確認したりして、休み時間や放課後の遊びのことを考えていました。最後の休み時間は土曜日の最も楽しみにしている午後からの予定を友達と相談します。この時のワクワク感が今でも忘れられません。今日は何して遊ぶ？ゴム常備しよう。こっくりさんも良いかもね。オッケー、それじゃあいつもの場所で。今日の午後何して遊ぶ？そうだね、空き地で野球しようか。たまにはカンケリも良いね。よーし、ご飯食べたらいつもの空き地に集合しよう。おつけ、それじゃ後でね、遅れるなよ。土曜日は給食がないため、みんなお腹を空かして急いで帰宅します。午後の遊びへ向け、時間は無駄にできません。あー、おかすいたな。ただいま。土曜日の昼食は、焼きそば、インスタントラーメン、カレーライスが多かった記憶があります。中でもカレーライスは一番大好きだった。昨晩作ったカレーライスは一晩寝かされるとより一層美味しくなります。お母さんのカレーライス、懐かしい思い出の味でした。当時、男子の中で遊びといえば野球が一番人気でした。この頃は近所に空き地がたくさんあり、そこでキャッチボールや草野球をして遊びました。ただ、周りは民家が隣接しているため、ボールが庭先に入ってしまい、その都度家の方にお願いしてボールを拾わせていただいてました。中には怖いおじさんもおり、ボールが庭先に入るたびに怒られてました。当時女子たちの間で流行っていたのはゴム跳び。学校の休み時間に廊下でも遊んでいました。また、当時女子たちに流行っていたこっくりさん。1970年前後のラジオ深夜番組や中岡俊也の著書、テレパシー入門。角田次郎の漫画、後ろの百太郎がきっかけで、小中学生を中心に全国の学校で大流行してました。10円玉を50音盤の鳥居近くに置き、こっくりさんお移りくださいと唱えて指を置くと、誰も動かしていないのに効果が動き、恋愛や未来を占う形で楽しまれました。女子たちはこっくりさんにいろいろな占いをしてましたが、
その中でも特に多かったのは恋愛関係が多かったですね。好きな人は自分のことをどう思っているか、クラスの〇〇くんと〇〇さんは付き合っているのか、将来自分は何歳で結婚するか、将来の結婚相手の名前など、その占い結果で女子たちは驚きや、〇〇くんが好きな人が自分だったりして恥ずかしそうにしていました。夕方まで遊んだ子供たちはお腹を減らしながら、今日の夕食のおかずを想像し、また土曜日、夜の大好きなテレビ番組を楽しみにしながら帰宅を急ぎました。土曜日の夕食は平日とは異なり、明日は日曜日で休みというウキウキ感が頂点に達するひとときでありました。また、好きなテレビを見ながら家族団らんで笑い合う食事は、一週間の中で一番楽しかった時間であったことを思い出します。土曜日、夜のテレビ番組は一週間の中で一番好きな番組が放送されてました。漫画日本昔話は昭和50年から1994年まで約20年にわたり放送されました。その後も再放送や特番が組まれるなど国民的番組として親しまれました。日本各地に伝わる昔話を1回につき2話ずつオムニバス形式で放送するスタイルで親からも推奨された番組であり、家族で見ておりました。実際、日本の昔話のほとんどはこの番組を見て知ることができました。8時だ！全員集合は1969年から1982年まで放送されていた人気バラエティ番組でした。ザ・ドリフターズが繰り広げる学校、銭湯、病院、旅館、食堂などわかりやすい日常の舞台設定でコントを展開。途中で仕掛けや大掛かりな転換が入るのが名物でした。ただ、学校や親からは見てはいけない番組として取り上げられ、それを押し切り見ていたことを思い出します。コントの表現やヒゲダンスなど、当時の子供たちには大変人気があり、翌週の学校では友達同士でモノマネをして楽しんでおりました。1970年代から80年代初頭にかけての日本で、圧倒的な存在感を放ったハードボイルド刑事ドラマの金字塔。それが G メン75でした。滑走路を横一列に並んで歩くオープニング映像と、物悲しくもかっこいいテーマ曲を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。完全懲悪で終わるばかりではなく、時には犯人が逃げ延びたり、刑事の殉職シーンがあったり、罪のない人々が救われなかったりする、リアリズムや不条理を描くエピソードも多く、当時は見終わると怖くなり、トイレに行けなくなった記憶を思い出します。テレビ3面記事、ウィークエンダー、1975年から1984年まで放送されていた芸能事件、世相を扱う情報バラエティの番組でした。週末の夜に新聞の3面記事的なネタ、事件、事故、スキャンダル、奇談などや芸能ニュースをスタジオのトークと VTR で紹介するスタイルで、全国各地で起こった猟奇的な事件、性犯罪、心中、不倫、近隣トラブルといった過激でお色気たっぷりの大人の番組でした。当時はこっそりと一人で番組を見て大人の世界を知った糸場面でもありました。昭和50年代を過ごした小学生にとって、今思えば不便は確かに多かったけれど、その不便の隙間に当時にしか住めない時間がありました。用事は伝言で、待ち合わせ場所は大雑把で成立してました。連絡が取れない不安と引き換えに、約束を守る緊張感と待つ時間の濃さがありました。放課後は
ランドセルを置いたら外へ飛び出す。日が暮れるまでの次何して遊ぶが仲間の絆を結ぶ言葉だった気がします。あの頃にしかなかったものが確かにある気がします。連絡がつかないからこそ生まれた想像力。退屈があったからこそ育った工夫。すれ違いがあったからこそ覚えた言葉の重み。不便だった、だからこそ手渡しで受け取ったものがある。昭和50年代の放課後は厚くしたのではなく、胸の奥で今も遊びの匂いとして残っています。あの夕焼けの色だけは今でもふとした瞬間によみがえる気がしています。ご視聴いただきありがとうございました。